中国の吉林省長春市に来ています。まだ夜も明けない早朝ですが、これから同じく吉林省の広州市へ鉄道で向かいます。広州市は中国で唯一北朝鮮とロシアの2カ国に面した極東三国国境が交差する世界的にも珍しい場所です。東アジアとヨーロッパの境目とも言われ、軍事的にも非常に厳しく管理されている場所です。町の大部分が北朝鮮と隣接し、広州市は朝鮮族自治区に指定されている土地柄なのか、三国国境エリアには情勢によっては外国人は入れない場合もあるらしい。しかしどうしても自分の目で見てみたいので、ダメ元で行ってみることにしました。今から向かう中国、ロシア、北朝鮮の国境が交わる三国国境のある広州市について説明します。日本海沿いに左下が北朝鮮、右上がロシアです。北朝鮮とロシアが交わる間に細長く食い込むような形で中国の領土が挟まれています。三国国境エリアからわずか100キロほどの距離にロシアのウラジオストクがあります。このエリアは3つの国が領土を奪い合ってきた背景があるので、非常に複雑な線引きがされています。国連の規約ではロシアはヨーロッパに属する扱いなので、東アジアとヨーロッパが交わる交差点とも言われています。地図では少し分かりづらいのでざっくりですが、国境の線引きについて説明します。オレンジ色の部分がロシア、川の中心から左半分の水色の部分が北朝鮮、そしてその間に挟まれた部分が中国です。地図にある通り、トゥマンガンという中朝国境沿いを流れる川の途中で中国領土は途切れてしまいます。その先の日本海までロシアと北朝鮮の領土になります。この三角地の先端が今回向かう三国国境エリアとなっています。それでは向かいます。それで今ホテルからタクシーでチョンチュン駅に送ってもらいました。駅はこんな感じ、すごいでかい。おそらく大連や信陽の時みたいに日本の影響があった時の建物が残ってるんだと思います。まずは高速鉄道のチケットをちょっと引き換えに行ってきます。トリップ.comで予約したんですけど、広州というね駅まで行きます。ということで無事にチケットですね、引き換えが完了いたしました。パスポートと引き換え画面があればチケットが用意できます。簡単です。今回吉林省チョンチュンに来てる、最大の、目的は、チョンチュンでね動くんじゃなくて、これから広州という場所に行って、その先のロシアと中国と北朝鮮の三国国境地帯を見に行くっていうことが、最大の目的なんで、そのために今からね朝一のこの、高速鉄道で移動していきます。で朝6時11分発で3時間ほど乗って10時ぐらいには広州に着くんで、そこからまた1時間ぐらいバスかタクシー乗らないといけないんですけど、そのために今回予約しました。私のチャンネルではね過去何度かこの中国の高速鉄道の動画上げてるんですけど、今回はね、1等車を取りました。2等車1等車しかないタイプの列車ですね。ビジネスクラスとかそういった横になって寝れる車両とかついてないやつだったんで、それでも一応1等車取りました。料金はこれでね5000円ぐらいですかね。それでまだね朝の4時半なんですよ。めっちゃ早くに来たんですよね。というのもホテルからこちらのチョンチュン駅までちょっと離れてまして、12キロぐらい離れてたのかな。電車とかで行けなかったんで、朝一タクシーが捕まるかどうかそれも不安だったし、それはホテルの人が手伝ってくれたんで無事に来れました。あと中国鉄道をね何が起こるか分かんないんでなるべく早くに来た方がいいなと。でこの朝6時の列車をね逃すと広州まで行くのにね結構乗り換えしないといけないとか、あともう今日しか滞在しないんでね、時間的余裕がないっていうのでミスはしたくなかったんで早くに来たんですけど、とりあえず無事にホテルを出て駅に着いて、チケットも買えたんで、これでもうあと乗るだけになったんで一安心しました。初めて行くんでね結構大連とか信陽とかみたいに交通網が発達してて簡単にいろいろ動けるって感じじゃなくて、ちょっと複雑な感じがします。こちらの吉林省の、チョンシュン、とりあえずなんとかあと乗るだけになりました。これが真正面の、チョンチュン駅。ちょっと暗いんでねまだ朝方で、でも駅にホテルがくっついてるんだね。これ目の前に見えてるのこのホテルが一緒になってる建物ですね。
まあでも新しそうだね。満州国時代のそのままって感じではなさそうですね。ある程度なんか改修されてそう。チョンチュン駅の中、こんな感じですごい広いです。天井もドームみたいになってますね。非常に暖房が効いててあったかいです。とりあえず改札通って中に入ります。以前も紹介しましたけど、中国の鉄道はトリップドットコムで簡単にチケット取れて、本当にスムーズです。下手したら日本の新幹線より楽かもしれないっていうぐらい簡単ですね。パスポートはいりますけど、今回一等車なんでね、食事とかもないですし、あとラウンジは行けませんので、ちょっと適当に朝ごはんを駅の中で食べましょう。めっちゃ広いね。マックとかも入ってるわ。自分が乗る列車は C の1003今春行き6時11分発 16A ですかね。カウンターというかゲートがすごい大きなチョンチュン駅ですね。中国の方は列車に乗る前にめちゃくちゃ早くに来るんですよね。日本人よりも多分はるかに早く1時間前とかに駅に来るんじゃないかな。だいたい皆さん新幹線乗る前ってどうですか？駅に到着する、ホームに来るのって10分とか15分前ぐらいじゃないですか、早くても。こっちのね方々は1時間前には来るんですよ。で今朝早い時間でほぼ始発みたいなやつに乗るんで人は少ないですけど、いつもパンパンですからね。なんでこんな人いるんだろうと思うと、だいたい1時間前とか2時間前ぐらいに来て待機してるんですよね。待合の2階にちょっとお店がありそうだったんで、食べれそうならなんか食べたいと思います。今日は朝ごはんね、ホテルの食べる時間がなかったんでお腹空いております。まだマックはやってないですね。何料理屋さんなんだろう。こっちの名物かな。でもやっぱり韓国系が多いんかな。これジャージャー麺みたいなやつとか、これ朝族冷麺、朝鮮族の冷麺ってことだよね。あったかいのがいいな。でも牛丼も売ってるね。20元。ちょっと入ってみましょう。錦牛丼だ。日本の牛丼ですね。どれ食べようか迷って、こっちの水餃子とお粥をね頼もうと思ったんですけど、なんかないって言われたんで、牛丼頼もうとしたんですけどないって言われてで冷麺ないって言われたんでこのカレーになりました。よく見るとカレー食べてる人いますもんね。じゃあカレーにします。それでは頼んだカレーライスみたいなやつ来ました。これでね500円ですね。25元ぐらいかな。多分ねこれレトルトだと思うな。なんか今作ってるの見たけど袋からなんかぶっかけてただけだったな。一応スープとかついてるけど、でもちょっとこの先どういう風に食事が食べれるかわかんないんで、一応朝鮮自治区といって朝鮮系の人たちとあとロシアの文化が混ざった街らしいんで、そっち系の料理はあると思いますけど、ちょっともうお腹空いて今から3時間以上列車に乗るんでね、食べときたいと思います。それじゃあいただきます。スプーンがめっちゃちっちゃいのがちょっと食べにくそうですけど、量はすごいあるご飯の量やばいねこれちょっとスープ飲みます。スープはうまいわ。普通の日本にもあるような中華スープですね。いただきます。ちょっと辛いな。普通のカレーの味はするんですけど、ちょっと違う味ですね。どちらかというとなんかハヤシライスっぽい味はするんだけど、色はカレーですけど、でもがっつり辛いわ。日本のレトルトカレーでいうと激辛ぐらい辛いと思う。俺辛いの好きなんで大丈夫なんですけど、こんな感じで燻製卵みたいなのついてたんですけど、正直ね台湾とか香港でもたくさん売ってるじゃないですか。あんま好きじゃないんですよ。この八角の匂いがするから。しないやつだったら美味しいんですけど、するわ。ちょっと一口だけ食べてみます。でも美味しいね。かなり塩味がついてる。これは食べれそう。こんな強くなかった。でも八角の匂いはしますね。一応なんかチンゲン菜の
なんかそんなやつもあります。とりあえずあと20分ぐらいかなで列車の時間なんで、それまで座って待ちたいと思います。ということで間もなく、ゲートが開きます。ということで改札くぐりました。わあ寒い。結構久しぶりに中国の列車乗りますね。すごい駅が綺麗で、何回見てもなんかすごいなと思いますね。あとお決まりのこのホームに着いた瞬間にみんなタバコを吸うっていう。今回私は一等車で、それが1号車ですね。しかも 1A でした。座席が一等車1号 1A です。まだ発車まであと10分ぐらいあるんですけど、なぜか中国の人たちは走ってね席を確保に行くんですよね。ほとんど指定席だと思いますけど、はい、皆さんこんな感じでタバコ吸っております。ちょっと時間あるんで先頭のこの車両の顔を見ときましょうか。これなんかスペインがのやつですよね、確か。これ詳しく知らないけど。ということで列車に乗り込みました。一番前ですね。そんなに足元は広くない。あんまり一番前の席好きじゃないんですけど、はい、モニターもついてて綺麗ですね。はい、監視カメラもついてます。ということで外はねマイナス9度でした。すごい寒いですね。隣にもうお客さんいるんですけど、一等車結構混んでますね。ということで1分早く出発しました。時間より早く出発するのが中国の高速鉄道のイメージがあります。ということで間もなく9時なんですけど、3時間ぐらい今乗りましたかね。次がねトゥーメンという町で、トゥーメンという町は朝鮮自治区の町なんですよね。で結構北朝鮮色が強くて、ここを訪れる人も結構マニアな方はいるんですが、私はその先の琿春というもう一つ先の町まで行きます。今回自分が一番行きたい、北朝鮮と中国とロシアとの三国国境の展望台なんですけど、ちょっと難易度が高くてですね、いろいろ調べると外国人、特に日本人は入れないとか、でも行けたという人がいたりとかして、ちょっと曖昧なんですよね。直近でね今 X で見てると今年行ってる人いるんですよね、普通に日本人の人で。ただ行けなかったという人もいるんですよね。検問所でダメだって言われたと。でそこが本当に分かんないんで、ツアーとか、バス会社でなんか乗り合いで行くやつがあるんですけど、それだと結構ダメって言われるみたいで、その申し込みの段階で確実なのはタクシーで中国人の人と一緒に行く。でそうするとさらに奥までは行けないんですけど、展望台まではね行けたりするみたいなんですよね。でこれも実際正しいかどうか分かんないんで、できるかどうかちょっと駅に着いて、できればタクシーを今日チャーターというかこの往復ですね、多少高くても払ってですね、なんか中国人の知り合いがいると行けるみたいなところもあるっぽいんで、知り合いじゃないですけどタクシーの運転手をちょっと買収して行きたいなと思ってます。
市到着ですね。ロシアと北朝鮮と中国がかなり隣接した、三国国境エリアの、町になります。さっきね、北朝鮮と川一本でこの高速鉄道の線路からも反対側の北朝鮮見えましたけど、すごいね、建物の感じもだいぶ変わってきましたね。9時37分ですね。はい、到着です。今春駅。到着しました。めちゃくちゃ寒いです。普通に建物の中で皆さんタバコ吸ってるんですね。駅の外ならわかるけど、ちょうど駅のね出て目の前に自分がこう目指してたこの三国国境に行くバスがあるんですよね。はい、15件か。ただこれに乗るとね、外国人入れませんとか言われて乗れなくなる行けなくなる可能性があるって聞いたんですけど、ここなんですよ。これに行きたいんですよね。ちょっと聞いてみるかな。これなんだけどな。タクシーで行けるならタクシーの方がいいな。今バスの運転手に聞きましたけど、日本人はこのバス乗っちゃダメだって言われました。やっぱり行けないのかな。いやでも行ってる人いるしな。やっぱタクシーの人を使ってチャーターしてタクシーを使って行くしかないかな。タクシーで直接行ってでちょっとドライバーになんとか行ってもらって入るみたいな、その方が確実かもしれないですね。駅もねすごいんですよ。すでに案内がね中国語以外に英語じゃなくてもうハングルになってるんですよね。ハングル読める人だったら分かりやすいかも。であと駅の大体のこの文字というか案内が中国語とハングルが一番上にあって、でロシア語と一応英語もあるっていう感じですね。あっさりチャーターできそうです。このおじさんに今その旨を伝えたらなんか任せとけみたいな感じで、多少高くても払おうと思います。これはいけそうだな。とりあえずこの優しそうなおじさんをちょっと信じることにして、駅からその三国国境の場所まで行って、で待っててもらって、でそれ見たらすぐ戻ってくるんで、ここの駅まで戻るということで、料金はねタクシーメーターでやってくれるらしいんですよ。だからこれ貸し切りの料金の方が安いかと思うんだけど、なんかメーターで行くからって言うから、ちょっとそれはもう払います。この先どうなるか全く読めないんですけど、でもこのおじさんはそんなに悪そうな人じゃないですね。自分が今日本人だってのも伝えましたし、一生懸命ね理解しようとしてくれる人だったんで、とりあえず自分のね稼ぎのためにっていう感じではなく、だいぶ親身だったですね。多分いいでしょう。いけると思います。そんな長いはする必要ないんで、行って見て戻ってくるだけっていうので、あなたはすぐに駅に戻りたいのかって聞かれたんで、見たらすぐ戻るって言ったら OKOK って言って、でメーターで行くけどっていう話になったんで、それで行きましょう。马云那儿有的是钱，现在赶点儿花呗。ドライバーの人がタバコ吸いたいと言ったので、私の日本のタバコをあげたらめちゃくちゃ喜んでます。お前も吸っていいぞっていうことで吸ってます。ということでちょっと今
特に何か言われるっていうことはなかったです。車に乗ったまま私の顔を軍の方が見て終わりでした。パスポートの確認もなかったです。ただまだこの先あると思います。この先、この今の、有刺鉄線があると思いますけど、ここも北朝鮮です。この道の反対側が北朝鮮の、領土ですね。ちょっと今通過しちゃったんですけど、ここがね、中国と、北朝鮮の陸路の国境のところですね。はい、ドライバーの人が降ろしてあげようかって言われたけど、とりあえず三国国境行く方が優先するために時間もあんまないんでね、通過しました。ちょっと見にくいですけど、この川の先北朝鮮です。はい、ということでこちら三国国境の手前のところで、ここでね入場券を買わないといけないですよね。で今ドライバーの人に降ろしてもらいました。はい、多分この建物で買います。猫ちゃんドライバーの人がねついてきて案内してくれるみたいです。すいません、ちょっとバタバタしすぎて、もう いきなりなんですけどもバス乗ります。今までのね流れをちょっと話すると、今タクシーのドライバーの人にこのね受付所のところに連れてもらって、ここからはね専用のバスでしか行けないんですよ。で今入場料払いました。で日本人77元です。でも今チケットを買えまして、この、三国国境のところチケット買えたんで、ってことは行けますね。行けないっていう人が書いてあったけど、2024年の12月2日現在、いやすいません12月3日です。現在は行けるみたいです。ドライバー、タクシードライバーの方がねかなりエスコートしてくれたんで、全然マージンも取ってないです。盛られてないですね。値段も普通の価格で、すごい感謝します、本当に。で人々もねすごい優しいですね。お日本人か、こっちだみたいな感じで案内してくれます。正直今回この企画ね結構一か八かだったんですよ。いけない可能性結構高いと思ってたんですけど、難易度非常に高いです。北朝鮮を見る国境としては。さらに三国国境なんでロシアも絡んでるんで、いろいろ大変かなと思ったんですけど、ドライバーさんのおかげですねこれねいやありがたいです。検問所もだってパスポートのチェックもなかったですもん。ドライバーさんがなんかその兵士に何か言って、そしたら即通れました。別に立ち入り禁止の場所に行くわけではないんで、このお金を払って入れるところまでしか行けないんですけど、右手側先ほどと同じように北朝鮮ですね。この川を挟んだ向こうが北朝鮮で、まだこっち側違いますけど、自分に進行方向に対して左側がロシアになります。ちょっと今うっすら見えましたけど、橋が見えてきました。ちなみにこのバスはさっきのチケット売ってる場所と、展望台とその先を結ぶシャトルバスみたいなやつで、そのチケット買った人がこのバスに乗ってそこを連れてってもらうみたいな。一般の車両はもう先は入れないみたいで、タクシーのドライバーさんは今あっちでタバコ吸って待っててくれてます。やばいな、ちょっと興奮してきた。いよいよ来たな。ここね来るの結構難しくて諦めてたんですよ。こんなに行けるとは思わなかった。今検問所で止まりました。検問所通過しましたけど、目の前にポリスって書いてありますが何もなかったです。一時停止しただけでした。でいよいよこの先が三国国境です。めっちゃ興奮してきた。ここに来てる YouTuber いないんじゃないの。やっぱり諦めちゃダメですね。このネットで行けないって書いてあって、行けない時もあるんですけど、
この前のウクライナのねチェルノブイリ私はちょっともう行ってみないと分からなかったんでああいう結果になりましたけど、ここは来れましたね。ちょっと挽回できたかな。はい、到着しました。この展望台です。ちょっとバスが揺れてて窓が汚いんであれなんですけど、この展望台に来るのが夢でした。ということで来ました。ここ私が目指してた場所です。日本人はね今来れないって言ってたんですけど、来れましたよ。はい、普通に来れた。でここからロシアと北朝鮮と中国の三国国境が見渡せるんですよ。このために来ました。で実を言うとね、この先山登ったところにそのギリギリのところまで行けるんですけど、それは行けないみたいです。はい、今回は私はもうこの展望台に来ることが目的だったんで、もうそれを諦めます。とりあえず入ってみましょう。うわーすげえ、来れるとは思わなかったな。めちゃくちゃ楽しみっす。中こんな風なんだ。めっちゃ綺麗だね。はい、韓国のカンファド展望台とかオドゥ山を思い出しますね。ここでチケットの確認です。先ほどのチケットがもうここの入場料になってるんですよね。一番上まで一気に行っちゃいます。はい、ということで着きました。もう見えてる。これやばいですよね。この川のこっち側、右側が北朝鮮で、この間が中国で、この池あるじゃないですか。ちょっと微妙なんですけど、ここからはもうロシアなんですよ。すごいよね。やばい、めっちゃ興奮してる。今から一番の絶景スポットに行きます。ここに来ることが夢だったんですよ。わあすげえ。ここです。目の前で見れるところ。これはねすごいですよ。分かりやすくね書いてあるんですけど、今こっからこの目の前に見えてるのがこれ真ん中のこれですね。これが中国でこっちがロシアなんで、ここ2つ国旗が書いてあって、でここですよね。真ん中中国、ロシアで北朝鮮。すげえな。ここはやばいですね。本当来る価値あると思う。もうだから興奮しまくってる。私もね、去年一昨年散々ね北朝鮮国境を攻めましたけど、結局みんな行く場所同じなんですよね。みんななんか同じことやりだすけど、ここ誰も来てないはずです。すごいね。ちなみにここ今タバコ吸えるんで私吸ってるんですけど、ここで吸うタバコ一服はねなんか格別な気がするね。すいません、なんか変わりもんで。この絵がやばすぎる。本当にすごいね。天気も晴れててよかったわ。ロシアの方がね何もないっていうのがすごいよね。本当何にもないんですよ。でウラジオストクもすごい近いんですよ。ここからあそこになんかね橋みたいのがあって、電車が止まってるの見えます？はい、これがねロシアと北朝鮮を結ぶ線路なんですよ。中国はねもうここしかないんで、この細いとこだけなんですよね。で橋を渡って北朝鮮とロシアが物資をねいろいろ運んでると。なんで戦争に今参加してるじゃないですか、北朝鮮兵、ウクライナの。ここ通ってったはずですよ。こんな風に川がね、凍っちゃってて、はい、ほんとでも北朝鮮の街はこんな感じなんですね。なんもないですね。一応正面に見えてるのが中国とロシアの国境のイミグレーションの場所だと思いますけど、で奥で多分つながってて入れるんですけど、そこは行けません。うわーすごいね。先ほどねギリギリまで行けると言ったのはこの歩道分かります？これをね歩いて行って奥のねところ、多分橋の手前ぐらいのところに本当幅2メートルぐらいのその中国、ロシア、北朝鮮の国境が交わるところがあるっぽいんですよ。そこにはね行けないんですよ今。だからそこは行っちゃダメなんですけど、ここで見ることはできるという感じになってます。でネットの情報だとねここに来ることも
日本人はできないっていう風に書いてる人がいたんですよ。ただね、最近行けるようになったのかな、行ったという人もいたんですよ。それが分かんなくて、今回実際来れました。ただね、さっき駅前で乗ろうとしたバスはね、日本人はダメだと言われました。はい、それで皆さん、今散々ロシアと中国と北朝鮮の三国国境と言いましたよね。奥にね、アップするとうっすら海見えると思いますけど、これ日本海です。これですよ日本海も混ざって見えて、この場所ですよこれ天気良くないとね、奥まで見えないらしいんですけど、今日は見えてますんで、奥に船がタンカーみたいなのがいるの見えますよね。すごいんですよ。この先日本なんですよ。ちなみにこの指の方向、こちらがウラジオストクになります。私7月に行ったんですけど、100キロぐらいしか離れてません。なんでウラジオストク近いんですよ。いやー、来てよかったっすね。ほんと大満足。こんな感じで三国国境来れて、私は大満足しました。おそらく見てくれてる方もね、興奮して見てくれたんじゃないかな。マニアにはもうたまらない格別な場所です。いや、本当来る価値ありました。大変だったけどね、いや、ありがとうございます。見ていただいて自分も来れてもう笑いっぱなしですいません。ちなみにね、何が売ってるのかなと思ったらね、この記念になりそうなもの、なんかここの展望台の水が売ってますね。ここで別に取れたわけじゃないよね。あとはエマみたいなやつかな。日本語のやつあるかな。ここに来ました的なやつですね。お土産も売ってるんですけど、ちょっとスタッフさんなんか不在なんですけど、ここでなんかこういうキーホルダーとか、15元か。さっきのあれ、木を買ってかけるんだね。なるほど。それではタクシーのおっちゃんを待たせてるんで戻ります。やっぱタクシーじゃないと無理かもね。やっぱバスは日本人ダメだって言ったから、基本的にやっぱりダメなのかな。入ったら下にお土産屋さんがありました。ちょっと覗いていきましょう。マトリョーシカのタンブラー、すげえ。せっかくなんでマトリョーシカ買いました。一応なんかね、フードトラックみたいなのがいっぱいあるんだけど、一つも営業してないですね。はい、じゃあとりあえずバスに乗ってさっきの場所に戻ります。行けないって言ってたけど、行けそうですけどね。さっきギリギリの場所でもスタッフの人行けないって言ってたから、扉開いてるだけか。いいや、やめとこう。変になんか目立っておかしなことになると怖いんで、ここだけ見れれば今回はよしとしましょう。このバスですね、行きと同じです。いや、かなり貴重な体験ができたと思います。いや、もう大満足です。もう久しぶりに興奮しちゃってすいません。それじゃあタクシーのおっちゃんと合流します。一応ですね、ここにもなんかお店とか北朝鮮料理系も多分あるんですよね。民族村って書いてあるんで。ただちょっと今回おっちゃん待たせてるから戻りますわ。街中にも多分ありますからね、北朝鮮料理。結局この辺は朝鮮族自治区なんで、中国というよりもやっぱり昔の北朝鮮っていうか、今の昔の朝鮮の文化がすごいあるんじゃないかな。建物とかがやっぱり中国じゃないもんな、雰囲気が。でロシアも隣にあるけど、ロシアの文化もそんなないんじゃないかな。はい、三国国境にいる猫ちゃんたちです。にゃ猫、すごい数の猫だな。なんかどんどん寄ってくるんだけど、タクシーのおっちゃんずっと猫と遊んでたらしいです。この方ですけど、めっちゃいい人。
100万就多花1000多。那能打住吗？今年200万。就拿这个在哪儿？这个高低车这上去了，应该也快下来了。今からチョンチュンの方に帰るんですけど、思ったよりもねスムーズに行って早く帰れたんで、ちょっと電車の時間早めようと思います。帰る時間を。今13時なんですけど、もともと16時の列車を取ってたんですが、この後の、直近の一番早いやつ、あと40分後ぐらいかなの列車に今変更しました。トリップドットコムでね予約してて、でトリップドットコムのダイヤモンド会員、あれ簡単になれるんですけど、あれだとね3回まで列車変更無料でできるんですよね。なので今無料で列車変えてもらって、先にもう帰ろうと思います。それでは駅の中入りました。ちょっとまだ30分ぐらい時間あるんでお腹空きました。なんか食べましょう。ここの駅はこれしかないな。辛ラーメンいっぱい売ってるな。おでんもあるじゃん。すごいおでんがある。とりあえずパッとしたものが売ってなかったんでペプシとポテチ買いました。これで上しのぎをして、向こう着いてからねホテル着いてから辺でなんか、晩ご飯と一緒に食べますわ。いやでも本当今回は良かった来て。こんな風になってるんだ。ちなみにこの駅から三国国境までは、タクシーでノンストップで行ってもらって1時間ちょいぐらいはかかってますかね。帰りも同じぐらいで、バスで行くともっとかかると思うんですけど、時間短縮の意味でもタクシーは選んだ方が良さそうですね。であと一応ネットに書いてある情報だとなんか中国人の知り合いかなんかがいないと外国人だけではいけないとか、そもそももう日本のパスポートでは入れないっていう風に書いてあったんで、今回最初からね現地のタクシーの人でチャーターしてお願いしようっていう作戦だったんで、それが大成功したかなっていう感じです。節約してねバスで行こうと思えば確か25元とか15元で行けるんだけど、乗る時のもうパスポート外国人っていう、もう乗る段階で外国人って分かったらダメだっていう風に言われちゃったんで、外国人が絶対に入っちゃダメであればチケット売ってくれないでしょうし、あそこの最初のね奥に入る時の普通にパスポート見せて登録して買ったんで、それは多分行っちゃいけないってことは多分ないんだろうなとは思うんだけど、よく分かんないですね。タクシーも往復して途中でしかも待ってもらって、でちょっと上乗せして400元ぐらいだったんで、そんなに高くないですよね。1万円ぐらい、なんでそれぐらいは別に払う価値もあると思いますし、自分の自由にね動いてくれましたし、なおさらいい人だったんで、むしろ効率よく時間重視で動きたい人にはコスパ良かったかなと、思います。駅の放送がもうハングルですね。英語じゃなくて中国語と英語じゃなくて中国語とハングルなんだ。それではもう帰ります。いやすごいスムーズでうまくいってことが運んでよかったです。それでは改札くぐりました。帰りも奮発して一等車にしました。ということで帝国13時42分発なんですけど1分早く発車しました。絶対早く発車するよね。我这发车了，信号就不太好。Ladies and gentlemen, welcome aboard this train. For safety reasons, それでは駅に戻ってきました。到着です。それでホテルに戻ってきたんですが、ちょっと今から今日ろくなもの食べてないんで晩ご飯食べようと思います。でホテルの周りお店何にもないと思ってたんですけど、なんかショッピングモールみたいなのありましたね。ちょっと行ってみます。この辺結構お店ありましたわ。裏側しか見てなくて普
通に冷静になって探したらありました。なんと吉野家が目の前にありました。マックもありますね。どっちにしようかな。ちょっとあまりにも寒いんでショッピングモールの中とりあえず入ります。思ったよりも先進的な綺麗なショッピングモールだった。スタバもあるな、食べ物屋さん何でもありそうだ。朝鮮系の韓国飯系もあるな。やったやった。こんな食べ物屋さんがあると思わなかった。お腹すいた。こっちがフードコート。空いてるね。空いてる方がいいや。やばい、めちゃうまそうなんだけど、チャーハン専門店10元とかですよ。200円とか。うわ、チャーハンめっちゃ食いてえな。他のも食いたい。うわ、水餃子か。迷いますね。これあれかな、前北京の空港で食べたやつかな。全国350店舗あるらしいですけど、これでもいいな。ちょっと適当にここのお店にしました。なんかジャージャー麺食べたくなったんで、お客さん全然いないけど。ということで、こんな感じでジャージャー麺みたいなやつ、何かはもう分かんないけど、それっぽいですよね。と、これなんか鶏肉を揚げたのなんか甘酢がかかってるやつみたいな。これ合わせて23元ですからね。めちゃ安いわ。お客さんも俺しかいないけど食べます。ちょっと若干八角の匂いするな。ダメかもしれない俺。麺はうまそう。なんだろうね、このよくわかんない味なんだけど、自分が想像してたジャージャー麺とちょっと違う味なんですけど、麺はすごいうまいな。こういう食べ物だと思って食べます。量もすごいある。これは揚げたてだ。うまい。めちゃくちゃお腹空いてたんで、これはこれでありですね。ということで、無事にホテルに戻ってくることができました。いやー、何度も言ってますけど、すごい良かったです、今回。非常に親切な人が多いなっていう印象を持ちました。中国のね、大連の時と同じぐらい、皆さんね、丁寧で、親身になってくれる人が多くて、今日のね、タクシーのドライバーさんも、商売でやってるっていうのも、あるんですけども、それでも、すごくね、いいおっちゃんでしたし、で、最後ね、ちょっとさよならとかって日本語でも言ってくれたし、で、あとちょっと動画では撮らなかったんだけど、こちらのホテルにチェックインするときもね、翌朝タクシーを呼ぶときどうしたらいいかとかいうのを、ホテルの人と話してるときにも、そのホテルの人はもう英語を全然喋れないんですよね。だけど一生懸命なんかやってくれようとするし、で、たまたま横でね、チェックインしてた、大学生ぐらいのカップルの方、で女性の方がね、日本語が結構喋れる人だったんですよ。で、私がフォローしてあげるから何でも言ってって言ってやってくれたし、それちょっと動画では撮ってなかったんですけど、なんかみんないい人が多いなって思いました。私が大連に行った時ね、遼寧省、そういう話結構して、日本人の人が思ってる中国人に対するイメージとか、雰囲気っていうのがね、大連行った時すごい変わったんですよね、私は。ちょっと朝鮮族系の人たちでまたちょっと違うっていうのもあるとは思うんですが、ここも朝鮮自治区なんでね、今回私は非常に過ごしやすく滞在できて、助けられてばっかだったんですけど、ぼったくりとかも一切ないですし、皆さん割と静かな人も多くて、好印象でした。今回こんな感じで中国、ロシア、北朝鮮の三国国境、見に行ってきたということで終わりたいと思います。次回ですね、日本に帰国する動画でお届けすると思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。すいません、最後に補足ですが、今回私が訪れた朝鮮族自治区吉林省広州市の郊外にあるフアンチャン、これ某川と書いてフアンチャンと読むみたいなんですが、そちらの展望台では、動画の中でも言いましたが、情勢によっては外国人、特に日本人が入れない場合があり、その時の日中関係や北朝鮮、ロシアの動向で左右される場合があります。私は運よく入れましたが、様々なリスクが考えられるので、訪問される場合はくれぐれもお気をつけて、というか行かない方がいいかもです。すべて自己責任でお願いします。それではご視聴ありがとうございました。